しょっぱいのいく。じゃあのどぐろせんべいいこっか。ちょっと待ってね。お写真撮ったんですよね。これのどぐろせんべい。日本海育ちののどぐろ、脂の乗りのいいところから白身のトロと呼ばれています。のどぐろせんべいの写真。これちょっとパッケージを撮ったんだけど、中身はね、なんかあれっぽい。エビせんとかみたいな、白いさ、ちょっと薄めのせんべいってわかる？なんか、お醤油とかのせんべいよりも、なんか白い薄めのせんべい。かな、見た目は。なんかちょっといいさ、おせんべい。まあ、麺べいとか、あれ系な。お土産とかでね、本当に買えるおせんべいだよね。ちょっと白っぽいおせんべい。あ、でもいい匂いする。ちなみに私はこれ食べる前からわかるけど、絶対うまい。絶対うまいやつ。これどこのだっけな？ちょっと待ってね。富山県黒部市って書いてる。これ富山県でやってる？のどぐろせんべいは富山県？富山 OK？ もうなんかのどぐろって大好きなんよな。じゃあちょっとこれを。まあ、でものどぐろの香りかって言われたらちょっとのどぐろの香りはなんとも言えないけど、いい香りはする。ちょっと割る音 ASMR。いただきます。待って、すごい。めっちゃ魚の香りする。待って、すごい。なんか匂い嗅いだ時は全然魚の匂いしなかったなと思ったんだけど、なんか食べた口に入れた瞬間からめっちゃ魚の香りする。噛んだらじわーって魚の味も出てくる。なんか油の乗りもすごい感じるな。なんかさ、別におせんべいに油が滲んでるわけじゃないんだけど、なんか油の乗った魚の味がする。いや、これ本当になんかちょっと食べてみてほしいな、みんなに。これね、私大好き。アマゾンのサーバー落としたみんな。まだか、さすがにまだか。のどぐろはね、なんか、のどぐろのだし塩とかも飲んでたりとかするんだけど、だし塩を湯で割ってね、飲んでたりするんだけど、なんかお魚の中でもね、食べたことない人はね、どんな味よって感じだけど、なんか割とね、そう、プリプリした脂の乗った魚なんだけど、贅沢な味よね。なんか噛めば噛むほどジュワーって魚の旨味が出てくる感じがするな。これね、多分ね、日本酒とか飲んだら美味しいんじゃないかな。お酒に合いそう。何もなくてもなんか、ちょっと口寂しかったらペロッと食べちゃうな。ちょっとね、今んとこ、これ一番好きかもしれん勢いでうまい。なんかこれお土産とかで見かけたら絶対買っちゃうもん。なくなったらまたポチるかもしれん。ちょっとそれくらいうまいぞこれ。ちょっと待って。これね、
結構しっかり味ついてる。なんかね、味薄めかなとか、なんかちょっと贅沢なさ、なんか魚とかって味付けが結構あっさりしてることが多いかなって思うんだけど、これね、なんか噛めば噛むほどしっかり味を感じるし、なんかのどぐろの味も出てるし、なんか味薄かったなーって感じはしないね。なんかお出汁みたいな味がする。でもくどくない。全然くどくないから、なんか気づいたらなくなってそうこれお家の食卓とかにさパンって置いといたら多分全部なくなってる。あれ食べちゃったのってなる。多分これなんかね、お父さんとかがテレビ見ながら全部食べちゃいそう。ああ、そうなの。かっぱえびせんとか、なんかそういう系に近いかも。あっさりしてるんだけど、味はしっかりしてるから、なんか無限に食べれる味みたいな。でもね、お魚の味はかなりしっかりついてるから、なんかもしお魚苦手な人は、なんか、ちょっと苦手かもしれんけど、お魚好きな人とかは、多分すごい好きだと思う。贅沢なおせんべいだね、これは。うまい。これね、1個の箱になんか20枚入ってるから、なんか1個買っても結構食べれるね。会社のなんかオフィスとかに置いときたいあ、買っちゃった。食べたらぜひね、聞いてよフレアとかのタグとかで感想とか使ってみて。ちょっと美味しかったとかね、なんかみんなのお魚の味したとかそういう感想とか、私のなんか食レポでもし気になった人はちょっと食べてみて。生地に使用しているこれ何粉っていうの？ 100% 北海道産、のどぐろは 100% 日本海産だって。美味しい。なんか満足感、1枚で結構満足感あるなとか言いながらさ、気づいたらバクバク食べちゃうんだよな。これ系やばいんだよな。なんかエビみりんとかさ、なんかああいうさ、なんていうの、コスパいいおせんべいあるじゃんでかいさあっという間になくなってんだよな。1枚でめっちゃ満足するのにさ、気づいたらなくなってんだよ、あれ系。海鮮せんべいはうまいよな。雑質問コーナー。早めのやつ。ちょっとお茶飲みます。チョコセンとの話はカニ食べたよ。周年記念何するの？周年記念っていうのは8月7日のことかい？それとも8月7日以降、8月7日は記念普通になんかおめでとうで終わります8月なんかおめでとうありがとうで終わります。8月7日以降に記念はやりますが、それはスタジオのね都合もあって延期します。はい、それは私の都合ではないのでご容赦いただけたらなと思います。できないんですよ、いろいろね都合で当日にはできないので、それはちょっと延期でちゃんと予定は組んでるのでお待ちください。
そう。なので、後日ね、やりますからね。ハニーグッズは出ますか？いや、ハニーは私ではないから、出ませんね。ハニーグッズってなんだ？ゴリラでも買ってろ。その辺で動物園でも行ってゴリラでも買ってこい。私は出さないけど。どういうことやねん。そんなに売れないやろ。まあそんな感じ。最近ね、あれ、マツコの知らない世界かなんか見てて、なんだっけ、1月に食べるやつ。なんて言うんだっけ、おせち。おせちで、一番残るものはっていうのが、黒豆らしくて、マジかーって思ったの。黒豆残るのマジって思って。そう、衝撃だったんよ。黒豆はうまいよ。そう。で、2位が、ナマス？ナマスって言われたらなんだろうってなるけど、なんか大根となんか人参の酢の物みたいですよね。それはうまいやんと思って。それはうまいやんって思ったんよ。そう。なんか黒豆一回食ってみって思うんだけど、うまいんだよな黒豆。まあでもそもそも酢の物自体が苦手な人は苦手なんだろうなって思う。ナマスはね、それはわかるよ。でも黒豆は普通にうまいよ。でもな、やっぱりなんかこう一回り成長して大人になってから初めて、あ、黒豆ってうまいんだってなるかもしれないよね。でも正直私は伊達巻きがうまいなって思ったのも大人になってからだから、なんかおせち自体がなんか子供あんま好きじゃないよねってこいつは身も蓋もないんだけど、伊達巻きって卵焼きだったんだみたいなさ、そんなレベルだったからね。だってハンバーグないもんみたいな。だっておせちにはハンバーグないもん、エビフライがいいみたいな、そういう話じゃん。だから食べないんじゃんってでも最近のおせちにはさ入ってっからね。なんかいろんなところのおせちにはさ入ってんだよな。エビ入ってんだよな。生ハムとか肉団子とかさ入ってんだよな。ローストビーフとか。栗きんとんな。でもそんな中で私が一番好きなおせちの食材を紹介します。てけ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 ててん、煮エビ。煮エビだろ。味のついた煮エビだよ。ちょっとさだし醤油みたいなので煮込まれたさ煮エビだろ。最高。煮エビの殻を剥きながらエビを食べるんだ。煮エビ以外勝たん。うまいんだよな。マニアックの嘘マニアックじゃないでしょ。殻ごといく。マジか。大人だね。でもなんかちっちゃいエビぐらいなんかつるんって抜けない？
つるんっていけるやろ。私エビの皮剥くの好きなんだよな。エビフライとかもエビの殻剥くの好きで、なんか実家に帰った時はエビの殻をただ無心で剥き続ける女になる。背わたを取ってエビの殻を剥く女になる。おせちに入ってるか。入ってるよね。煮エビって入ってんのよ、おせちに。ググるんだよ。入ってるよね。ほら、入ってるってみんな。入ってるよ。ググったらいいよ。煮エビは入ってる。煮エビ大体外れないからね。そう、ちっちゃいなんかエビ。いや、地域じゃないと思う。普通に入ってると思う。そう、大体、なんかおせちに入ってたら、なんか彩りで必ず入ってると思う。もうなんか私はスーパーとかでもう煮エビって書かれてるのバーって掴んで買って帰ってくるけど。縁起物だしね。エビがそもそもうまい。いや、分かってるじゃん。君、分かってんね。エビはうめんだ。フレア、九州なんか。北海道だが。北海道民やが。エビはうまい。塩焼きかもしれん。塩焼きでもいい。あんまり見たことない。あ、でも意外とおせちでググったら、これかって思うよ。調べてみ？おせちでググったら絶対出てくるから。いろんなおせちってググるだけで、大体エビ乗ってっから。なんかたまに煮エビじゃなくて伊勢エビ乗ってることあるけど。伊勢エビが乗ってたとしても煮エビも入ってるわ。エビは大体入ってるよ。でも私ね、伊勢エビって一回なんか実家にいる時に伊勢エビ食べてみたいってなんかクリスマスかなんかの時にパックで買って食べたんだけど、思ってたほどではなかったの。やっぱエビでいいわみたいな。エビだからいいんだよ。なんかロブスターとかもね、伊勢エビとかも多分美味しいは美味しいんだろうけど、やっぱ慣れ親しんだエビでええやってな。結局エビは普通のエビが一番うまいね。エビうまい。エビ好き。でもお寿司の具でエビはそんなに上位ではない。車エビとかも美味しいけど、そんなに上位ではないんだよね。ご飯じゃなくてなんか単体で食べたいなって。エビならどんな調理がいい？いや、煮エビがいい。私は煮エビが一番好き。煮エビ、エビフライ、その他。エビならどんなものでも多分好きだけど、煮エビが一番うまい。天ぷらも好きだけど、最近はなんか塩で食べる天ぷらしか勝たん。話。ちょっとおすすめの話がしたいの。ちょっと待ってね。最近ね、お茶を買ったんだけど、そのお茶が美味しかったから、お茶の紹介をしたいんだけど、持ってくるからちょっと待って。
ただいまー。あ、これこれじゃなかった。これだ。最近ね、またルピシアさんのね、紅茶を買いに行ったんだけど、なんか紅茶じゃないやつを買ってきたのね。なんかね、緑茶が飲みたいなと思って、なんか美味しい冷茶が飲みたいと思って買ったんだけど、極上冷茶チラン朝つゆっていうのを買ったのね。これ水出しでもいいって言われて買ったんだけど、煎茶、これ煎茶だね。深蒸し煎茶。これね、なんかね、私結構さ、紅茶とかもそうなんだけど、ティーバッグで買って、ティーバッグか、ティーバッグで買って、熱いお湯をティーバッグにちょっと入れて、お茶を出してから、なんか水で、冷水入れて、なんか一気に作るみたいな。そう、っていうのを作ってて、これティーバッグって書いてある。そう、10個入りのティーバッグを買ったのね。そうで、なんか、でも、その1個の、バッグで、なんか 500ml 作れるらしくて、そう、だから、コップに入れると、なんかちょっと濃いみたいな。バッグじゃない？違う。これは10ティーバッグって書いてあるんだもん。英語でちゃんと。BAGN。バッグだよ。書いてます、ちゃんと。ね、なんかそれで、なんか、カップ、軽量カップで作った。そう、軽量カップに、なんか、50リットルくらい、なんかちょっとだけお湯を入れて、めっちゃ激濃いお茶作って、そこに全部なんか水流し込むみたいな。450ぐらい水にして、一気に作るんだけど、50リットルじゃない。50リットルは多いわ。ちゃう。そう、なんか、量的には、500だから、うまいこと、割ってもらうか、水、ほんとただ水入れて、冷蔵庫入れとけば、なんかいつかできるんだけど、すぐ飲みたい人は、ちょっとお湯で割って水足すといいよね、みたいな。50リットルだとペットボトルで売ってほしいわな。これが、ポンコツ。氷で薄めてもいいと思う。私も氷ガンガン入れてる。なんか、氷をガンガン入れた冷たい緑茶とかめっちゃ美味しいよなと思って。なんか急にお茶飲みたくなったのが、なんか16茶をね、最近買って飲んでたんだけど、キンキンに冷えた16茶マジで美味しいなって思ったんよ。で、なんか緑茶飲みたいなと思って、キンキンの緑茶も飲みたいと思って買ったの。で、その買った朝つゆっていうこのお茶はね、なんかあんま苦味とかも全然ない。なんか癖がなくてすっごいスッキリしてて飲みやすい。そう、なので、もしね、緑茶、煎茶好きな人はいかがでしょうかっていう。極上冷茶ね。なんかね、もう一個ね、気になったお茶があったんだけど、それはね、茶葉しかなくて、ティーバッグ売ってなかったのね。なんかね、カンカンでしか売ってなくて、で、カンカンは、なんか、ちょっと、いっぱいいっぱいを作るのがめんどくさいなと思って、今回はバッグで欲しいなと思って、そう、一つちゃんと小分けにされてんのがいいなと思ってね、冷茶にしちゃいました。そう。で、あとは、いつも飲んでるやつで美味しいのが、マスカット冷茶マスカット冷茶ね、めっちゃ美味しいんだよな。ちょっとなんか今、手元に持ってくるの忘れちゃったわ。なんか白桃ウーロンっていうのがね、結構有名なんだけど、それじゃなくて、買ったのがね、
クイーンズマスカットウーロンか。クイーンズマスカットウーロンが、私は結構好きなんだけど、それと、甘夏ウーロンっていうのがあって、そう、白桃ウーロンはね、もうね、間違いのめっちゃうまいんだけど、今回は買ってない。甘夏ウーロンがめっちゃいい匂いで買っちゃいました。なんかフルーティーなウーロン茶とか、緑茶とか大好きなので、そう、今回はね、その2つをね、爆買い。甘夏は1個しか買ってないんだけど、朝露の方はなんか期間限定らしいの。なんか夏限定。でも甘夏ウーロンも結局数量限定っぽいですな。公式サイト見ると。そう、めっちゃ美味しかったからね。もし気になったら、ルピシア行ってみてはどうでしょうかみたいな。で、今日飲んでるのは、その極上冷茶、チランの朝露っていうやつ。そう。これは売り切れちゃえやつや買ってくれるのかな。美味しかったから、気になった人はぜひね、そう、飲んでみてほしいなと思うけどね。でも結構ね、ルピシアさん緑茶いろんな種類出してるからね。そう、なんかあながち、なんか香り嗅いだら他のもの欲しくなったりするかもしれないよ。なんて名前だったっけな。なんかね、めちゃめちゃいい香りのね、お茶があったんだよな。普通の紅茶を買って、普通の紅茶も買ってる。そう、でもなんか結構メルシーミルフォ、噛んだ。メルシーミルフォアがね、私は大好きだから、結構あれ系キャロルとかね、ちょっと12月ぐらいの紅茶なんだけど、フルーティーな紅茶が好きです。そうなん。まずね、メルシーミルフォアめっちゃ美味しい。なんでなんかフルーツとか好きな人はおすすめかなっていう気持ち。フレアちゃんがやるとすぐ売り切れるから言わないでほしい。いや、売り切れてるとこ見たことないんだけど。ハンターハンターは初代のアニメの方は好きだし、漫画も途中まで読んでたから、グリードアイランド編くらいまではわかる。そっからもうわかんない。アリ編からもうわかんないから。そう。キルアの妹が可愛いということは覚えてる。何か。あるか何かだっけ。までは、可愛いということは覚えている。キメラント編が、めっちゃおもろいらしいんだけど、キメラント編、まあ見てないっていう。あるかと何かか。キルアだけが、使える、あるかと何かのお願いがあって、あるかどっちが、あれだあるかかなあるかにお願いすると、なんか結構えぐいものを頼まれるけど、キルアだけは、キルア特攻があって、なんか頭撫でてとかで許してもらえるみたいな。そう、なんか、お願いを、聞いてあげないといけないんだけど、そのお願いが、キルアだけはマジでチートみたいな。どんな願いでも叶えてもらえるけど、なんか、眼球をちょうだいみたいな、なんかそういう結構えぐいお願いをされるんだけど、キルアだけは頭撫でてみたいな。そういうのでいい。そう、お兄ちゃん補正があるんでね。それはね、知ってる。ロリコンだから。可愛い子の話は知ってるから。うん。そうだよ。私、キルア好きだから。キルアのことは知ってる。ビスケはあり。いや、ビスケはロリじゃないから。なんでビスケをロリだと思った？外見に騙されるな。あいつはロリじゃねえ。うん。あれはロリじゃない。でも結構グリードアイランド編の OVA はしっかりできてたなって思うんだけどね。よく動いてたし。
映像も結構クオリティ高かったような気がする。うん。そう。まあでもやっぱ、ハンターハンターは私、キルアが一番好きかな。うん。キルアとアルカが好きかな。キルアかなやっぱ。でってってでででってって。そう、みたいな感じ。あと何の話あったっけな。なんかすごい、気づいたら、サマーでめちゃめちゃ時間、過ぎてた。あとなんか聞きたい話ありました？この話したい、なんか聞いときたかったんだけど、みたいな、ありました？わためとご飯の話。わためと、なんか私もさ、なんかこれさ、何がすごいってさ、ゲームセンターの太鼓ってさ、でかいし、全量取るのめっちゃ難しいと思うの。何回か、太鼓のさ、大会あったじゃん。あの後にさ、行ったりとかしたの。メガロバニアとかやりたくて。あれよ。アンテの曲3曲をやるためになんかゲーセンに行ったりとかしたんだけど、どうしてもね、やっぱバチが太すぎて、連打が死ぬんよ。連打で死ぬ？埼玉とかも、埼玉だっけ？いいんだよね。埼玉2000とかも、家のさ、タタコンはさ、全然できるんだけど、なんかバチが太いと、なんか、ものによっては連打が無理だったり、なんか手が死ぬみたいな。フルコン取れないんよな。そう、だから、なんか、細いマイバチとかじゃないと、メガロバニアとかのドゥルルっていうのは叩けない。そう、って思うから、あれで全秒を取るってすごいなと思う。だから、なんか、タタコンで叩くよりも難しいなって私は思っているのね。そう、ゲームセンターの実機でやるのとはまた違う難易度があるから、だからすごいやり込んだんだろうなと思うから、いや、素晴らしいです。そしてご報告もありがとうございます。赤さんもありがとうね。次の目標は何なんだろうな。ありがとう。ゼルトナブルードガングさんありがとう。プロライブファイター的にフータンの持ち武器って何ですか？ただの好奇心で知りたいです。プロライブファイターじゃない、プロライブファンタジーか。プロライブファンタジー的に私の武器、弓じゃなければ何でもいいの。なんか、でも最近、こすってんのは魔法かな。最近魔法こすってっから。ポーショニストをこすってっから、ポーションかな。おのやりでもいい。おのやりでもいい。おのやりでもいいよ。銃でもいいよ。銃でもいい。総中根でもいいよ。総中根でもいい。でもなんか一番ね、しっくりくるのは魔導書なんだよね。なんか魔法かなって思う、正直。魔法剣士も好き。剣とか、なんか、段数がないのがいいよね。トリガーハッピーがいいんよ。だから銃も、なんか弾自体は、無限がいいです。銃を持つなら弾は無限がいいし、なんか、魔法剣でビルルルルルンって剣出したい。剣出したい。鼻ほじ。そう。無限いいじゃん。
トリガーハッピーがいい。私みたいな、ポンコツはね、そんななんか弾を制限されたら何もできなくなるから。あー、弾なくなった、もう逃げるしかない。私のさ、バイオ、見てみマジ。ゼロのさ、ゼロ終わった後にさ、一回ノーマルでやってみっかって言った後のさ、あ、弾ない。あ、弾ない。終わった。なんで、無理かっていうと、雑魚敵をスルーできないから。雑魚敵を、全員なんか正当に相手してしまうようなね、ポンコツはね、ちゃんとね、弾が無限にないとダメなんですよ。そう。着弾数は無限にないとダメ。危ねえ、こいついらねえってスルーできないから。キリがないのに全員倒さないと、なんか気持ち悪いんだよ。残ってたーで戻ってきた時に生きてるの一番腹立つやん。こいつやってなかったわーみたいなの一番腹立つと思う。全員やったと思って戻ってきたらリッカーいた時すごい嫌じゃん。うわ忘れてたーってなるでしょ。そうだからもう全員やっときたいんよ。目につくやつ全員やっときたいんよな。みんな殺したって。そうなのでなんか弾無限の銃とかなんか魔法とか、ポーショニストとか斧槍とか剣とか物理系がいいかな。でも弓以外なら何でもいいです弓が嫌いなわけじゃないけど、なんかいろんな理由で弓キャラにされるの嫌なので。そうでも死ぬほどいっぱい説明してるけど、結局なんかいろんななんか無駄な憶測が飛び交うからもうめんどくさいから弓やめようって話。そう私は気持ちよくスプラでも弓を使いたいんだけど、なんか弓キャラにされることであんまり弓を気持ちよく使えないからやめてほしいかなって思ってる。そうなんか楽しく使いたいんだけど楽しく なくなっちゃうから。そうみたいな。なんでもそれ以外はなんでもいいかなって思っている。てか私エルフっていうかハーフエルフやしな。考えすぎじゃね。違う、考えすぎにされてんのマジで。それでだからやめてほしいなって話。そう考えさせられすぎてるから私が。考えさせないでほしい。もうできればっていう話よ。だからなんか何でもいい、それ以外なら。でも今話してたよね、割とポーション楽しくなってきたからポーションクラフトしてもいいし長い武器持ちたい。おねやり楽しいね。物理で殴りたい。錬金術はいいぞ。でもどうなんだろう、ポーションって錬金術なのかね。なんかあれは錬金術だったけど、そうポーションクラフトって錬金術だったけど、ポーションはポーションではってちょっと思うんだけど、どうなんだろうねあれね。薬学だよね薬学だよな、確かに。なんか錬金術と薬学って違うよなって思う。好きだけどね、どっちも。ファンタジーだと錬金術師。
まあでも確かにこう生み出す、でもそういう意味でいくとさ、魔女も錬金術師みたいなとこにあるじゃん。なんか調合師はみんななんか魔女とか魔術師みたいな、無から有を生み出しているような感じがするのかな。まあ結局さ、ゼロから生み出してるわけじゃないけど、ってことはなんか薬剤師って魔女とかその魔法使いが元だったりするのかな。魔女とか見たら後の薬剤師であるって思って思ったらいいかな調合したり薬作ってますみたいなね。えそう思ったらなんかかっこいいな。そう思わなくてもかっこいいんだけどね。薬剤師さんってかっこいいよね。頭良さそう。バカでもなれるかな。どうしよう。私はポーショニストになるわって言ったけどさ、ポーショニストってバカでもなれるかな。いや、見た目かっこいいからほら形から入る。マリンだってさ海賊じゃないけどさ、海賊の格好しててさ海賊ってことになってるから。もし私がポーショニストとしてキャラクター立ちするなら、なんかとりあえず試験管とか持ってたらすごいそれっぽいじゃん。全然混ぜられなくてもなんか持ってればすごいポーショニストっぽいじゃん。いいな。大丈夫。仮に私がポーション女になったとしても、ヒーラーというか回復役をしたとしても、これねなんか持ってるだけこれ持ってるだけ、持って立ってるだけこれ水に砂糖溶かしたやつ。これピンクなのはね、これね食紅に砂糖を入れて水で溶かしたやつ。これしたらこれね砂糖、氷砂糖。このなんかちょっと薄めのね、四角いこれこれね、あれだよ、琥珀糖みたいな感じになるかもしれん。でも錬金術師です。よろしくお願いします。ローさんありがとう。熱帯魚さんありがとう。エランありがとう。一条むつきさんありがとう。島ペンギンありがとう。つくもさんありがとう。ロクありがとう。アルカのファミリアありがとう。青いきょういちろさんありがとう。シイロありがとう。なんかくしゃみ助かるスパチャがなんでこんなに待ってるんやろ。なんか赤バンされたとは思えない量のスパチャ来ているのくさ。ローズメリーさんありがとう。ウチュチュありがとう。一マスさんありがとう。豊臣さんありがとう。ブリのやつありがとう。ミネシェイクさんもありがとう。ラルクありがとう。ヒムさんありがとう。0079ドネルありがとう。シグレツカさんありがとう。岩かてさんありがとう。ウェイルス0724さんありがとう。フレアフォーエバーありがとう。くしゃみ助かるアカスパありがとう。テイルスカイありがとう。雪国へのありがとう。時々かなみさんありがとう。篠月さんありがとう。てっぺきジャケさんありがとう。もじゃありがとう。ヘイトニーありがとう。月のゆりかさんありがとう。むっちゃんありがとう。ボンジーありがとう。呼び捨てちゃった。ボンジーさんありがとう。猫ひげ T さんありがとう。ゴッポンさんありがとう。アーパーさんありがとう。リンリンありがとう。もみじはがきさんありがとう。レツブありがとう。箱ティおじさんさんありがとう。ローありがとう。にゃん太郎さんありがとう。トムーキップさんありがとう。角太郎さんありがとう。46さんありがとう。シュンヤさんありがとう。ノクさんありがとう。ザサさんありがとう。タウニスさんありがとう。響さんありがとう。GTO セデストさんありがとう。ブリアントモハマドアリチャさん Thank you。 ニコラスコさんありがとう。ボンジリありがとう。試験が近いんだ。何かいい薬は寝ろ。寝て冴えてる時に勉強しろ。それが全てだ。シュンヤさんありがとう。
ムニフェンさんありがとう。続きまして。あそこで砂糖水。確かになんか疲れが取れるかもしれん。それはそうだわ。そこで砂糖水です。疲れてる人だけはうちの店に来なさい。砂糖を溶かしただけの水をプレゼントしよう。なんか甘くて美味しい。で、多分さ、なんか、水にやろって思って、水にならなおさら、もう鮮度が命やから、鮮度逃したらもう無理やねん。そう、なんかね、ウニってね、2種類、まあみんなが見やすいと2種類あって、私が知ってる限りではね、なんか板みたいな、なんかお寿司屋さんの板みたいなやつじゃん。あれに乗ってるウニと、なんかパウチされて、なんか海水に使ってるウニがあるのよね。で、海水に使ってるウニは 100% 絶対臭くない。まずくないウニっていうか、まあ、板についてるのも臭くないウニはあるんだけど、なんか基本的には板についてるやつはなんか明板っていうのがついてるから、なんか臭いウニも多くて、なんか結構両極端。食べてみないとでもわかんないんで、ウニって。そうなんだけど、まあ、海水じゃない、塩水です。すいません。塩水のなんか使ってるウニはもう絶対うまいんよ。そう、絶対うまいウニなんだけど、でもなんか、ノエルから聞いたのはさ、何時だっけか、1週間くらい過ぎてねみたいな話だったから、さすがに無理。冷凍してない上に、まあ、ウニを冷凍するって聞いたことねえけど、まあ、常温保存のウニ、1週間はさすがに無理って、私だって止めるよ、そりゃ。鮭関係ないから、マジで。絶対腐ってるもん。だって常温だよ。常温ならもう、1日だって無理なんだからって思った。それはさすがに無理だよってノエルに言った。大丈夫、私が買ってあげようかって言って。そう。で、なんか、ノエルに、なんか、ご飯、それでも、いけるかなと思ってご飯を炊いたって聞いて、おい、マジかって。おい、マジか、絶対やめろよって。お腹壊すとかそういう話じゃないと思う、多分。まあ、でも多分口に入れた瞬間まずいと思うから、吐き出しちゃうと思うけどね。うん。多分、一噛みもできないと思う、臭すぎて。普通に腐ってるレベル。なんか、食中毒とかじゃなくてなんかさ、アニキサスが増えたとか、そういう、なんか菌が増殖してとかじゃなくて、もう普通に腐ってる。そう。って思って、ダメだよって言ったら、なんかそのご飯だけ、まあ、残って、どうしようってなった時に、フレアのお土産のカレーを食べたって言ってた。そう、なんかね、お土産ね、何人かにはカレーのお土産をね、用意してて、なんか、池田屋さんじゃないな。池田町の、なんか、カレーがあって、なんか、泥豚カレーっていうカレーがあって、なんか、それをね、なんか、ノエルにもね、プレゼントしたんだけど、なんか、それをどうやら食べたらしい。泥豚ラクレットカレーみたいな名前のやつ。いや、そう、なんか結構さ、日持ちするじゃん。ホロメンも忙しいからさ、いつ会えるかわかんないやと思って、まあ、全員カレーなわけじゃないんだけど、どんなカレーなんだから、泥豚っていうのはなんかね、その地方で有名ななんか豚らしいんだよね。ラクレットチーズが、まあ、溶け出しているんでしょうか。そう、日持ちするからさ、泥豚ってのが有名なんだって。さすがに池田町に住んでますみたいな人はいないか。あ、フェスお疲れ様でした。
アミナフェスお疲れ様でした。私また何かやっちゃいましたか？うん。ほなスプラやなじゃないの。順番に今話してってっから。ちょっとスケジュールじゃない、あれを載せようかな。ちょっと待ってね。パーセント、今回の結果のパーセントを、載せてあげたいなと思ったんだけど、全然キャプチャーとか取ってなかったから。ちょっとお待ちを。まあ、自分のちょっと DM にキャプチャーを送ったかちょっと待ってね。まあでも今回は結構一緒に走ってくれたみんなのおかげだったりとかして、私の功績はそんなにないんよ。これですね。フェスの記録。力の勝利ということで、なんか世界滅んだところから始まるんじゃないかと。なんかね、圧勝だったのかな。結構僅差だねって言ってるけど、正直チャレンジはもう絶対覆らないぐらい高い気がするけどね、これ。2% の差は結構埋まんないよ。1% の差は埋まるけど、2% 超えたらなかなか埋まらない。だってみんな走ってんだもん。で、トリカラマッチも結構差があったな。なんか人気投票はね、結構僅差、人気っていうかホラガイ獲得率が、まあそんなに高くはなかったかな。得票率が結構あったね、これ。5% ぐらい違うんか。知恵とも。まあ、でもね、この 5% ね、何人がエルフレなんやろうともちょっと思うところありますけど。この中のなんか1割2割はエルフレなんかな。ありがとうございます。一緒に走ってくれてありがとうね。まあでもね、知恵と勇気にも1割2割エルフレがいる可能性はあるからね。そう、一緒に走ってくれてるけど、走るけど好きなとこに投票するからねっていうのが君たちの考え方なんで。そうで、私はオープンとトリカラに参加してたんで、チャレンジの票数には全く影響を与えてないんですけど、一緒に走ってくれた人が、まあ、チャレンジもやってくれたんじゃないかなとか思いました。今回は結構トリカラも触ったんじゃないかな。だから100倍勝ちたかったから後半ね、ちょっとオープンに集中しちゃったけど。で、まあ今回の記録はあんまり成果出せませんでした。100倍勝てなかったんでね。これ100倍勝ってたら0が1個増えるかなあ、0 1個増えるのかな。うん、ちょっとそこが残念なとこ。プラス6っていうのがね、あんまり漏れてないから、今までで多分一番漏れてないんじゃないかな。なんか甘党派の時があんまり100倍来なさすぎてどうのこうのみたいなこと言っても1回勝ってるから、今までで一番少ないな。道具派の時にプラス9っていうのがあるんだけど、プラス9が一番低いんよ。あ、違うわ。前回のネッシーがプラス7だ。プラス7、プラス9、プラス11、プラス12かな。マックスが12までしかいけてないんよな。そうそうそう。だからね、今回はね、割と、ちょっと低めの、なんか、回収になっちゃったんだけど、でも、なんかみんながいっぱい、やってくれたりとか、
一緒に走ってくれた人がなんか333倍待ち勝ったよみたいな嬉しい報告とかたくさんしてくれてたからね。いや、ホラガイの獲得率がね、これめっちゃ悪いなと自分で思っていて、あんだけ走ったのに、一番いい時に80個を獲得しているのね。うわぁ、もっと運が良かったら獲得できたなーとか、思います。一番いい時87だね。ホワイト派の時に87個獲得してます。そう、だからね、ちょっとこれはね、ほんとね、もうちょっと頑張りたかったなって思うところでした。まあでもやっぱりね、こういうのをみんなと一緒にやってるっていうのが嬉しいよね。で、これやって、これを見せてるとなんか、これ何で見れるのっていう人が出てくるんですけど、これあれです。アプリ、携帯のアプリで、任天堂オンライン、任天堂オンライン、なんだっけ。任天堂スイッチオンラインだ。任天堂スイッチオンラインっていうアプリを入れると見れます。これね、自分のなんかスケジュールとか、サーモンランとか、バトルのリザルトとかも見れたり、自分のプロフィールとか見れたり、なんかイカリング、なんだっけ、ゲソタウンって服屋さんにないなんかギアの服とか発注できたりとか、するので、これ結構ね、もしスプラいっぱいやってるよみたいな人は入れとくと便利かもしれません。今んとこ全勝。そう、全勝してるけど、やっぱりなんかみんなのおかげだと思います、こういうのはね。本当にありがとうございます。楽しかった。そう。まあ別に必須ではないよ。あったら便利だね、くらいのやつですね。あとなんか、そのアプリ入ってるともらえるなんかギアがあったりとかね。まあそんなすごいいいギアじゃないけど、エビフライの服とかもらえるね。そういう感じのアプリです。便利だね。まあでも結構なんかちょっとずつ上手くなってんなーって思います。さっき開始前にアーカイブ見てたって話したけど、なんか昔のほんとなんかね、見てたのが水派とかの3期生で一緒にやった水派のやつとか、なんかソロでやったりとかしてた、なんかどこどこ陣営の時のやつとか、だから3、4ヶ月くらい前のやつとかとなんか比較しても結構動き違うなみたいな。でもぶっちゃけなんか1、2ヶ月、2ヶ月くらい前のやつとか見ても変わったかなみたいなのは思うんよ。そう。それはね、なんか、これ変わったかなみたいな。でもやっぱキル数とか全然違うから、変わったんやろうなって思う。そう、ガロン時代ね、ガロン時代の頃とかは特に、なんか、なんだろうな、視野は広くなったかなとかね。そっから攻めたら危ないってみたいなのとかは見えるようになったかな。でもガロンは逆に今使えなくなっちゃったな。なんかボムがないっていうのが結構ストレスになっちゃう。でもなんか例えば、まあ、お風呂だったり、寿司スペースシューターとか、寿司違う。スプラシューターとかは、前も使ってたのとかと比較しても結構、タイミング、ボム投げるタイミングとか、攻めに行くタイミングとかは結構変わったなとか。なんか昔のアーカイブと、なんか最近この比較すると結構楽しくなってきたなとかって思ったんで、もしね、最近私のこと知ってくれた人とかは、よかったら比較してみてはいかがでしょう。ジャイロ入れるとやっぱり変わる。変わる。ジャイロないと、
厳しいかな。あとなんかジャイロを切ってた頃に、なんか昔に、そのタコがゲームタコができたんよ。ジャイロ切ってた1ヶ月くらいかな。の間に、なんか薬指のとこになんかゲームタコができたんだけど、ジャイロ使ってからつかなくなったね。ゲームタコ1回もできてない。そう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 。で意外とだからね、マイナス5からでいいから、なんかジャイロつけとくといいと思う。で、慣れたらちょっとずつ上げてくのがいいんじゃないかな。なんか変なところに多分ね、コントローラーに負荷がかかってたりとかするんかな、みたいな。うん。ジャイロ速攻言った。マイナス5からやってみ？マイナス5からじわじわやってみると、ヒーローモードやるのがおすすめ。なんか縄張りとかやって酔うと結構きついじゃん。多分ね、なんかその、ヒーローモードの方がちょっと酔いやすい気がする所感だけど。でもヒーローモードは酔ったら途中で、なんか一回中断とか放置できるから。そう。でも、誰にも迷惑かけないから、気楽に一回放置できるし。そう、マイナス5でやって、あ、これ酔わないなと思ったらマイナス4にするみたいな。そう。私はマイナス2で酔ってた。デフォルトがマイナス2なん、スプラね。そう、だからマイナス2からだと酔うからマイナス5からやろうみたいな。ヒーローモードめっちゃおもろいからね、やるといいよ。でヒーローモードはキャラコンの練習になるから、なんか自分あんまり上手くないし、みたいな。私みたいな人もヒーローモードから始めたら、成長するんちゃうかみたいな。ね。まずは私も X パワー2000超えたいなって思って。ちょっとずつ前進できたらいいなとかって思ってるね。とりあえず X パワー1500超えたいな。次の計測で1500超えたらいいな。今超えてるけど、なんか、次やった時はさ、下がってるかもしれないし、みたいな。そう。次超えた時は下がってるかもしれん。武器変えてるからね。昔やってた武器と違う武器でいったりとか。うん。今いくら？マックスで1700ちょっとかな？多分。1730くらいじゃね？エリアが確かそう。でもなんかさ、X マッチもさ、なんか5回計測全敗したのに前回より高いみたいなことあって、マジかと思った。そう。全敗したけど。全敗したからこれ1200ぐらいだわーと思ったら1500とかになって、えってなったりとかした。前回の計測より高いですけど、みたいな。わからん。あれ、わからんよな、マジな。どういう評価なんかわからん。X パワーのなんか計測がわからん。そうみたいな感じ。まだ初心者なんでね、これからもちょっと頑張っていきたいなと思っておりますけども。なんでね、先輩スプラの先輩諸官皆さん、お手柔らかにまた遊んでもらったりとかできると嬉しいです。うん。最近始めたから X パワーとは何じゃ。 X パワーっていうのはね、S プラスガチマッチが S プラスに上がると遊べるようになるんだけど、なんか自分のそのガチマッチのパワーが計測できるようになるんですよ。まあ、始めた人はね、始めたばっかりの人はとりあえずガチマッチ、バンカラーマッチっていうのを遊んでみてはいかがでしょうか。まあ、C マイナスとかだと特に下がるものってないし、仮に下がってマイナスになったとしてもすぐ取り戻せるから、
ガンガン使っていい。どのルールでもいいから、とにかく遊んでみたらいいと思う。ガンガン借金しな。すぐ取り返せる C は。A ぐらいから取り返すのだるいなってなってくるから。A とか S になってきたら、最初に使うなんか借金の数が、多いから、ちょっと、めんどくさいなってなってきちゃうけど、大丈夫。C の時はもうガンガン借金して負けてもいい。もうルールわかんない人しかいないぐらいの気持ちで言っていいと思う。もう誰もスペシャルキラーみたいな。スペシャル溜まっていることに誰も気づかんみたいな。でもみんなそうだから大丈夫みたいなね。ほんとそんなレベルだと思う C 体は。だから全然気にしなくていい。私も最初はそうだった。今スペシャルあるよみたいな。スペシャル溜まってるよ、使わないの、死んだみたいな感じだから。ほら死んだ。そこにいたら当たるだ、ナイス溜まってる、当たる、ほら当たったみたいな。みんな正面から行くの。ちょっと誰か左から行って、誰か全員死んだ、ワイプアウトみたいな。それが楽しい。そう、なんかそれがまたおもろいから、そうやってなんか経験してちょっとずつ上がっていくといいんだ。だって始めたばっかりなんて武器もわかんないじゃん。なんか勝てないなって思ったら、この武器によく殺されるなっていう武器持ってみたらいいし。そう、なんか私の配信見て始めたよみたいな、スプラ買ってみたけどわかんないから縄張りしかしてないわみたいな人はね、バンカラマッチ遊んでみてはいかがでしょうか。私は縄張りのが好きだけど、でもやっぱなんかどっちもできるとやっぱ面白いと思うし、なんかいろんなことやってみたらいいと思う。でなんか対人苦手だよって人はサーモンラン走ってみたらいいと思う。まあ初心者の人、ほんと始めたばっかりの人ってサーモンラン苦手な人の方が多いけど、武器が決まってる上に好きな武器持てないからめっちゃストレスあるかもしれんけど、みんなで一緒にできるから。ぶっちゃけバイトの方がギスらんか。お前も死ぬなよみたいな。まだ死んだみたいな。私しかいないみたいな。サーモンランの方がなんかカオスかもしれんけど大丈夫。なんかランクが高い人とかが混ざらなければ、最初のバイトは平和や。お前突っ込むなーとかね。早い、もうカゴにこっち来て、カモンカゴから遠いところでカモンを連打するイカ。いくらとみたいな。寄せて楽しいよ。サーモンランも楽しいよ。それでもいい。達人クレームではそれでもいい。伝説になってくるとね、こっち来て勝利しちゃった。いいわ、行くわ、私たちが行くわみたいな。カモンそこ処理しちゃった。行きますってでみんななる。伝説体だと。ヘビそっちだ。鉄板そんなとこでやっちゃった。行きますみんな行きますって処理しに行ったりするから、結局みんな優しいんだ。なんやかんや優しい、みんな。そうみんな優しいし、みんな初心者を経験してるから。そう大丈夫。切れるなんてもう鮭にぐらいだから。鮭に対してしか起きません、そんなムカつくなんてこと。平和だよ。ここは
平和なバイト地帯だよ。楽しみ。君たちが育つのが楽しみとか言って、私もまだ全然下手くそだから、サーモンランもね頑張っておりますけれども、まあ平和だよ。今日のバイトめっちゃいいやんと思ったけど、全然塗り拭きいねえやとかね、行ってから気づくんやな。あかんやんこれ。いや全然塗れないやん、誰が塗るねんみたいなねとかあるけど、うん。